こんにちは。スピリチュアルと癒しのチャンネルです。このチャンネルではスピリチュアルメッセージや瞑想、またお役立ち情報など心と体の癒しに特化したコンテンツをお届けします。ラジオやオーディオブックを聞くように気軽に、そしてリラックスしてご視聴ください。今回は鶴光一さん幸せテクニック講座5回目になります。優れたメッセージというのは何度聞いてもその度に新しい学びが得られると思うのですが、鶴さんのメッセージもまさにそのようなことが起こります。特に今回は幸せをいかに手に入れるか、実現するかという部分に終わらず、悟り、目覚め、統合した見方という多くの視点と気づきが散りばめられていると感じました。今回の動画や、そして今までの動画もぜひ繰り返しご視聴いただければと思います。それでは続きをご視聴ください。幸せテクニック講座第5回、宇宙の法則その2、人は思っている通りを体験している。今回はこれがテーマです。すなわち、あなたこそが今この瞬間も創造者です。皆様おなじみの思いが実現するという言葉はあまり正確に事実を表しているとは言えません。この際、ぜひあなたの記憶を正確に書き換えてください。今この瞬間のすべての現実がトータルな私という存在の思いを表現しています。今この地球にあるすべての現実が地球人類の集合意識の心の中を表現しているわけです。あなたが体験していることはあなたが思っている通りのこと。まずゆっくりとこの言葉を味わってみてください。あなたの心の中にないことをあなたは体験できないということです。いや、俺は病気になりたいなんて思ってなかったと主張する人もいるでしょう。思いが実現すると言われれば当然こう言いたくなるでしょう。ですから思ったことが実現するというわけではありません。思ったことがすべて実現したわけではないということはあなたが一番よく知っているはずです。そのことは 100% の確率として知っていたはずです。そうなのです。その思っている通りが実現しているわけです。あなたが何かの願望を抱く前から、あなたは誰よりも思い通りにならないことを知っていました。ですから思っている通りに簡単には物事が思い通りにならないわけです。彼が浮気するなんて思ってもみなかった。こんな話はよく聞きます。私はそんなことを望んでいなかったと言い張るのも当然です。でもどうしてわざわざ彼は浮気しないと思っていたのでしょうか。それは世の中の男性はよく浮気をするという知識を知っていたからです。この知識に疑いがあったでしょうか。いいえ、きっと 100% の確信で心の中に入っていたはずです。彼なら絶対に浮気しないだろうと確信して結婚したのにという方もいらっしゃるでしょう。確かにあなたはきっと彼なら浮気しないという思いがありました。その想念はあなたの心の根底に男性とは浮気するものだという固まった知識があり、その固定的知識をもととして表面に浮き上がってくる想念なのです。単に思っただけで現実化するわけではありません。
現実化には 100% の想念でなければなりません。こんな表現をすると、じゃあ俺の望みを 100% 確信させるにはどうしたらいいのだろうか、と自我の虫が騒ぎ出す人がいるかもしれません。そんな人に申し上げます。今浮かんできたあなたの願望が、あなたにとって一番優先順位の高い望みということになりますね。その望みがあなたの根底にあって、あなたをこれまでの人生に駆り立ててきました。その望みがあなたを今ここにいさせることを妨げます。前回やった浄化テクニックその2のどうしてを使ってみましょう。どうして自分はこの望みを抱くのかという疑問に集中してください。そして決して答えないでください。5分を目安にやってみてください。根底となっているあなたの願望が消えてしまえば、あなたの心は驚くほど静かになります。でも、この根源的欲求を消そうという意志が芽生えるか否かは疑問です。この根源的欲求には、たくさんの不体願望が取り囲み、根源欲求をガードしているからです。何も無理をする必要はありません。外す気のないブロックを外す必要性などありません。根源欲求を消す気になれない人は、自分はまだまだ経験し足りないのだと思って、どうぞ末節的なものからお掃除を始めてください。慣れ親しんだ想念ほど自分では忘れているもの。さてそれでは本題に戻ります。あなたは思っていることを体験している。このことについてです。あなたはいつも思っていることを体験していながら、自分の思い込んでいることにあまり馴染みすぎていて、そのことに気づけないのです。人は同じ考えを繰り返し思っていると、その想念は潜在意識下へいつの間にか沈んでいきます。ですから、ある考えに馴染めば馴染むほど、表面意識ではその想念を処理しなくなります。潜在意識は日常的ルーチンワークを一手に引き受け、単純な繰り返し作業を表面意識から解放してくれます。とてもありがたい機能です。慣れ親しんだ想念ほど、自分が出していることさえ忘れてしまいます。自我意識、表面意識では処理していないために、自我はそんなことは思っていないと主張します。実はこれがパラドックスの仕組みなのです。その人なら浮気しそうもないわという話は友達にします。ですがその根底には、人はいつ浮気心を起こすかわからないという馴染んだ考え方の土台を持っているわけです。この土台は潜在意識が担当しているために、自我の記憶にはありません。ですから、浮気するなんて信じられない、私は裏切られたと感じます。自分の思っていることを体験しているとは思えないわけです。そして自分の思いに反することを彼はしたと主張します。実際は心にあること、人は浮気するものを体験しているというのに、自分の想念で現実を想像しているというのに、悪いのは彼だとしか思えないわけです。それで彼に対する咎め心を起こし、その咎め心で自らを傷つけています。潜在意識に想念の土台があって、その土台からそれと反対の想念が上がってきます。人は自分にとって不都合な想念をたくさん潜在意識という押し入れにしまっています。その不都合な想念と正反対の思いがふっとそこから上がってきます。これが自分の願望です。
お金が足りないという想念に慣れ親しんだ後、お金が欲しいという望みが出ます。病に慣れ親しんだ人に健康になりたいという願望が湧き出ます。そして人は自分の願望の方を記憶しています。私は病気がちだという想念を押し入れにしまったままであることは忘れています。ですから必死で病気を治そうとはしますが、押し入れにしまったままの病気のもとを何とかしようとは考えません。ですから病気は慢性化していきます。私たちは自分にとって役に立たない多くの固定観念をたくさん信じ込んでいます。自分はいずれ死ぬという想念に始まり、人は怪我をする、病気になる、泥棒がいる、働かないと生きていけない。すべてあなたが思っている通りの現実です。みんながそう思っているのだから、その考えが正しいという理由で、その固定観念を手放そうという気も起こりません。こうして固定的社会が継続していきます。思っている通りを実現させているとしたら、あなたは本当はこんな想念を打破するために生まれてきました。それがあなたの使命であるために、私のこの文章に引き寄せられているのです。あなたの潜在意識よりももっと深いところで、そのことをあなたは知っているからです。自分からこんな人類の役に立たない想念を解き放ってください。あなたから始めてください。想念の外し方は簡単です。5秒で外れます。これは強力です。驚くほどの力を持っています。浄化テクニックその3、打ちすぎ式 M2 テクニック。1、両手を胸につけ、外したい想念を心の中に感じてください。2、ゆっくり両手を広げながら、その想念を自分の前に引っ張り出します。3、今目の前に広がった想念を肉眼でしっかりと見てください。4、そこに確かにあると感じたら、両手を思いっきり勢いよく広げ、その想念を宇宙の果てまで拡大させます。5、宇宙の果ては自分のハートですから、もう一度その想念を優しく抱きしめ、再度胸にしまってあげます。上記のテクニックの使い方。会社に嫌な上司がいて会社に行きたくない。そんな会社は辞めてしまいたいと思っている場合、まず、この世には嫌な人がいるという想念を外します。終わった後でまだ完全に心が軽くならない場合、会社へ行って働かなければ生きていけないという想念も外しましょう。一つの想念だと思っていても、実はその想念にはいくつもの想念が重なり合っています。人とはうまくやっていかなければならない。目上の人の言うことは聞かなければいけない。仕事はしなければいけない。なども含まれています。その間5秒。これでその想念は完全にあなたの手を離れ、二度とあなたを悩ませることはないでしょう。ハートから出した想念を目でしっかり見るという作業を必ずやってください。我々が物を見るとき、脳は認識したものを自動的に自分ならざるもの、すなわち他なるものとして捉えます。ですからそれまで自分と同化していたあなたの想念が自動的にあなたから分離されます。その想念の記憶がなくなるわけではありません。
あなたがその想念に与えていた力を奪い返したわけです。ですから手放した想念を再度受け入れてあげてください。受け入れることによってカルマの連鎖が断ち切られることになります。もし受け入れるのが怖いとしたら、その想念がまだあなたに対する力を持っているということです。一度解き放った想念を再度受け入れるとき、その想念の持つエネルギーが反転されます。マイナス2ポイントの強度を与えていたエネルギーは、反転されればプラス2ポイントとして戻ってくるため、完全にニュートラルなエネルギー状態に戻ります。こんなことを考えなくてもやれば変わります。たとえ信じていなくても、ぜひやってみてください。やれば必ず変わります。さあ、男性は浮気をするという想念をまだお持ちでしたら、どうぞすぐにこれをやってください。このテクニックの原型は、友人で治療師の内杉文明氏が宇宙よりいただきました。彼はこのテクニックを M2 と呼んでいます。この M2 を使ってください。一度引き出した不必要な思いをまた元の胸に戻すのに抵抗のある方に打足ながら申し上げます。あなたは生涯であるとともに、この瞬間も大我です。すべての想念は本来大我のものです。大我の想念をあなたは一時的に預かって体験を繰り返してきました。もはや不要になった想念を大我にお返しするわけですが、受け取る人もあなた以外にはいないわけです。生涯であるあなたが、まず思いっきり想念を解き放ってください。そして大いなる我として、その思いを受け取ってあげてください。ゴミ箱はどこにもありません。すべてがあなたです。生涯の放り出したものを大我がキャッチする。これで宇宙は完結します。自分自身から始めて、自分自身で終わりです。これが宇宙の大法則です。だから完全なのです。自分で出した思いを自分で叶えているのです。不必要な思い込みをもう手放してみませんか？お金に困ったことのない人に聞いてみると、その全員がお金は必要なだけ必ずやってくるということを知っています。この知っているというのは 100% の想念で、確信しているという言葉よりも確実な知識のことです。わざわざ確信しているという表現を使うときには、まだまだほんのわずかな曖昧さがあることを物語っています。あなたはいずれ死ぬことを知っています。ですからあなたはわざわざ人に私は死にますとは言わないはずです。いやー楽になりましたとは今まで苦しかったという意味です。幸せですという人は私は不幸を知っていますと言っている人です。あなたが耳にする言葉の裏にはその反対があるわけです。これが世界のパラドックスです。決して嘘を言っているわけではないのに、その人の表現していることは反対を表現しているのです。困ったと言っている人は、今までは良かったと言っているわけです。ですから聞こえてきた言葉をそのまま真に受けないでください。そしてお金に困っている人は全員、お金は簡単には手に入らないことを知っています。この想念によって自分をお金から遠ざけているのです。こんな人に聞くと、働かないのにお金が入ってくるはずがないと知っています。どうぞそんな想念は手放してください。お金は必要なだけ入ってくるということを知っている人も、この想念に条件をつけています。頑張ったら
とかきちっとやったらとか認められたらとか勝手に自分で条件をつけています。頑張ったらという条件をつけている人は楽をしなさいというアドバイスを跳ねつけます。そんなことをしたら急にお金が入らなくなることを体験的に知っているからです。思っている通りに体験しているのですから、楽をしようとすると過去の困った記憶から恐れを感じてしまいます。でも本当は簡単です。単に頑張ったらお金が入るという想念を解放してあげればそれで終わりです。これが根本解決です。ぜひやってみてください。きちっとした仕事をしないと儲からないと思っていませんか？どうぞそんな思い込みも手放してください。じゃあいい加減な仕事をしてもいいの？と反論したくなる自我さんが出てくるかもしれませんね。こんな二極的発想しか自我にはできません。どうぞ自分にとって不必要な想念を上記のテクニックを使って手放してみてください。そうしたら仕事をするとき肩に力が入らなくなり、必然的にきちっとした仕事になるかもしれません。認められたらと思っている人は、自分らしい仕事をするよりもお客様に認められるように仕事を進めようとします。そこで自分を我慢させてしまいます。そんな人はやがて仕事が嫌になってきます。いやいや仕事をするのですから認められません。そして思い通り認められなくなってお金に苦しくなってきます。ですからますます自分の想念を正しかったと確信し固定化させてしまいます。こんな人の記憶には認めてもらえなかったから苦しくなったのだという思いだけが残ります。ですからますます認められようと働きます。人は現実がそうなっているからそう思っていると主張します。ですから思っている通りを体験しているという真理をすぐには受け入れられません。これがこの幻の世界の中に閉じ込められたまま出られない最大の理由です。自分の長い体験がこの真理を阻害してしまうわけです。ですから無理に信じようとしても信じられるものではありません。どうぞ無理に言い聞かせたりせず、まず自分の想念の解放をやってください。実際は体験のない子供の時に親から知識を受け取りました。そしてその知識通りを体験します。子供の頃のことは覚えていません。ですから体験だけを覚えていて、その体験から学んできました。そこで社会とはこういうものだと知ります。ですからそうなっていたからそう思ったのだと感じます。でも真実は逆です。そう思っていたからそうなったのです。今回はまずこの真理をあなたの中に根付かせることです。単なる知識として記憶するにとどめず、潜在意識にまで根付かせてください。私は自分の思っている通りを体験している。この言葉を心に抱き、集中してください。それ以外の雑念が上がってこられないほどに。そして静かにその言葉と共にそこにいてください。この想念への一点集中を3分もすれば、あなたは確実にこの思いを根付かせることができます。潜在意識という大地に根付いたこの想念は、やがて一人で芽を出し、枝を伸ばし、勝手にあなたの内面で成長していきます。自我さんにできることはそれだけです。想念の種を確実に植え付けてください。
あとはもう一人のあなたである宇宙がやってくれます。今月の重要ポイント。この世界は幻想そのもの。私たちは自分が思い描いた通りの日常世界を生きている。